カンウ、木の実いっぱい取れたよ。はい、おやつ。カンウ、あっち見て、タヌキさんがいるよ。あ、この子怪我してるよ。ねえ、この子治る？ほんと？カン、ありがとう。うん。あの子、お母さんのとこに戻れたかな。僕、見てくる。カンウ、あれ。カンウ、どうしてあの子仲間外れなの？どうして？布がついていても、あの子はあの子だよ。他の子と同じタヌキさんだよ。それなのに、どうしてあの子だけ仲間外れにされちゃうの？どうしてあの子もタヌキさんなのに、どうしてお友達に嫌われるの？一人ぼっちは悲しいよ。僕、嫌だよ。だったら僕、あの布取ってくる。もう。カンウ。うん。お顔が青いよ。大丈夫？おいおい、大丈夫って顔色じゃねえぞ。そうですね。今日はもうお休みになった方がよろしいのではないですか？そんなもんは俺がやっておく。今夜はすぐに寝ろ。いいな。お風邪なの？大丈夫ですよ、劉備様。一晩ゆっくり寝ればきっとすぐに良くなりますから。慌ただしい日々が続いていましたから疲れが溜まったのかもしれませんね。後でクス氏に頼んで漢方を調合してもらいましょう。
関羽。少し熱があるかな。相変わらず君は無理をしすぎる。病気の時は心細いものだね。少し寂しかったのかな。今は思う存分僕に甘えていいんだよ。こんなこと言うと君に怒られるかもしれないけど、僕は今とても嬉しいんだ。こうして君のそばにいて君を見てあげられるなんて、それがすごく幸せなんだ。ごめんね。君は熱で苦しんでいるというのに、いつかきっと僕は君から離れないといけなくなる。もともと僕は君のそばにいる資格なんてないんだ。だからせめて今夜だけでも。おやすみ、関羽。君に安らかな眠りを。願わくばすべての厄災が君を避けていきますように。関羽。だってお風邪だって言うから僕そばにいたかったの。僕は平気だよ。お風邪は大丈夫なの？まだ辛い？わかった。僕元気いっぱいになる。だから関羽も元気になって。人がたくさん。まるでお祭りみたいで楽しいな。おいリュビー、あの肉まんの屋台に突撃だぜ。おっちゃん、肉まん2つくれ。僕にも2つちょうだい。おお、劉備様、2つずつですね。うちのは特製ですから他より大きいですよ。僕が2つ食べるんじゃないよ。1つは関羽の分なの。劉備様、張飛様、こちらの肉麺もお試しください。劉備様の大好物の美味しい飴もありますよ。嬉しいな。こりゃ参ったぜ。食いきれねえな。いい光景だな、関羽。魔王族と人間が仲良く共に祭りを祝う。きっと他の国の人間が見たら驚くことだろう。大変だ。そうなんだよ。玉蘭ちゃんって人間の女の子で、俺のことを鑑定様って慕ってくれて、ってそんなこと言ってる場合じゃないんだ。とにかく大変なんだよ。まさか曹操や演術に動きがあったのか？違う、その二人じゃないんだ。呂布だよ、呂布。あの女が徐州に姿を現したんだ。呂布が？おいおい、どうかしたのか？あの変態女が？んだよ、曹操のとこで暴れてればいいのに、この女州に目をつけやがったか。呂布。伝令の話じゃ
各地で従えたっていう数万のならず者たちを引き連れこの可否に迫ってるらしい。このままじゃジョシュが俺たちの国が食い荒らされる。あの呂布が長州に。我らは一体どうすれば。みんな安心しろって。呂布なんて俺がぶっ飛ばしてやっからよ。この助手にちょっかい出そうとしたことマジ後悔させてやんぜ。張飛、頼んだわよ。この地を守ってちょうだいね。おう任せろって。行こうぜ兄貴。任せとけ。行くぞ艦艇。ああ、わかった。気になるのは呂布軍の数だな。伝令の話ではかなりの人数らしいが。曹操の進撃を警戒してこっちは北の国境に多くの兵を配置しているからね。呼び戻す時間もないし、今ここにいる2万でどうにか撃退しなきゃ。前方呂布軍が見えてきました。すごい数だ。あれが3万の軍勢か。呂布一人を相手にするのだって恐ろしいのに、あんな人数を引き連れてるなんて。無理だよ。こっちは2万しかいないんだぜ。勝てっこない。ビビんなよ艦艇。こっちはただの2万じゃねえ。魔王族と人間との連合軍なんだぜ。1万の桜井なんてことねえよ。全軍足を止めたようだ。こっちに向かって誰か来るぞ。あれは相変わらず可愛い顔していますわ。私ずっと子猫ちゃんに会いたいと思ってましたのよ。呂布様、そんな泥棒猫にスリスリしないでくださいよ。やれやれ、呂布様にも困ったものです。子猫ちゃん、私を歓迎してくれる気持ちは嬉しいですけど、こんなにも大勢の出迎えは必要ありませんのよ。私は子猫ちゃんさえいてくれればそれで十分なのですわ。それともひょっとして私が助手を襲うとでも思ったのかしら。じゃねえのかよ。あっちこっちで大暴れしてるお前の悪名はしっかり聞いてるんだぜ。ちょっとそこのバカ猫、呂布様のこと侮辱したら承知しないんだからね。なんだとこの変態娘。言ったわね、このバカ猫。朝鮮ちゃんもはしたないですわよ。子猫ちゃん、確かに私はあちこちで戦を楽しませていただきましたけど、この助手は別だって。ここは大好きな子猫ちゃんたちがようやく手に入れた国ですものね。姉貴、こんなの嘘っぱちだぜ。戦いの時のこいつのぶっ飛びっぷりは何度も見てるだろう。この女は血と戦いに飢えた鬼女なんだよ。飢えた鬼女だなんてあんまりな言われようですわ。実は曹操や袁紹といった武将たちが私を目の敵にしていますの。まあ、あれだけのことをすれば目の敵にされて当然かもしれませんが。みんな呂布様が強すぎるから嫉妬してるのよ。ちっちゃい連中よね。あちこちで追い立てられて私ほとほと疲れてしまいましたの。戦いの中で私を慕いついてきてくれた方々にもそろそろ安住の地を与えてあげたいし、そこで子猫ちゃんたちにちょっと甘えちゃおうかなっ
って思いましたのよ。その通りですわ。もちろん子猫ちゃんたち魔王族の配下ってことで構いませんわよ。冗談じゃねえぜ。こんな変態女を女囚に置いたら一体何をされるか。俺も張飛の意見に同意だ。呂布は主である董卓を殺すような女、そんなものを配下になどできるものか。あらあらあら、そんなことをおっしゃるなんて、魔王族は思ったより恩知らずの方々でしたのね。曹操による助手攻めの際、どうして彼が撤退したのか、まさかお忘れになりまして。そうよそうよ、あの時呂布様が遠州を攻めなかったら、あんたたちまとめて死体の山よ。つまり現在の助手は呂布様あってのものということですね。いやはや不思議な巡り合わせです。それに私たちを受け入れることは決して無駄にはならないと思いますわ。長領ちゃん、ご説明して差し上げなさいな。はい、南陽の大主円術殿のことです。もうご存知かと思いますが、彼は魔王族が助手を手に入れたことが相当気に食わないご様子。呂布様の命で少し調べてみましたが、助手を奪ってしまおうと兵を集め、着々と準備を整えているようです。腐っても円一族にその名を連ねる者、怪力無双とも呼ばれる武将、綺麗の存在も侮れませんわ。助手は現在曹操殿の襲撃を警戒し、そちらに兵を割いていますからね。そこを突かれ円術殿が大軍で攻めてきたら、少々厳しい戦いになりませんこと。それは確かに。私をこの助手の片隅にでも置いていただけるのであれば、もう何の心配もいりませんわ。子猫ちゃんたちの大切な助手を脅かす輩は、私の部を持って叩き潰して差し上げますわよ。呂布様が守ってくださるって言ってんのよ。ありがたく私たちを受け入れなさいよね。せかすつもりはありませんわ。ゆっくりと相談してお決めになられて結構ですわよ。もちろん皆さんの大好きな劉備ちゃんの意見も聞いてね。結論が出るまで私たちはこの辺りで野営させていただきましょう。いい返事を期待していますわよ、私の可愛い子猫ちゃん。北の国境からの伝令によると、今のところ曹操が攻めてくる気配はないようだ。今や紀州を滑るまでになった袁紹との小競り合いが激しく、曹操はこちらにまで手を伸ばせない状況だろう。そうすると北の国境へと配備してある兵を減らし、可否に戻した方がいいのかもしれないな。いや、調整兵殿、曹操は目ざとい男です。こちらの守りが手薄になったことを察すればすぐに攻めてくるでしょう。なあ、もし円術が西から攻めてきたらどうだ。噂じゃ5万近い兵を集めているらしいじゃないか。その時は
勝敗にいる呂布殿の力を借りるしかありません。俺は反対だぜ。あんな変態女の力なんて借りたくもねえし、あの女が俺たちに力を貸してくれるかどうかも怪しいしよ。俺も最初は不安だったが、この数週間呂布たちは勝敗でおとなしくしている。少しは信用してもいいのかもしれないな。姉貴もおっちゃんも甘いぜ。あいつは何考えてんだか全然読めねえよ。とにかく呂布のことも含めてしばらくは様子見だな。では次の議題だが、ねえねえ、どこ行ってたの？僕ずっと探してたんだよ。話し合い？ごめんね。だって僕は獅子っていうのになったんでしょ？本当なら僕のお仕事なんでしょ？だけど僕、難しいことはよくわかんないから、みんな幹部たちにやってもらっちゃってて。失礼いたします。劉備様に面会をと呂布殿の部下長領殿が城へと訪ねてきております。劉備さん、関羽さん、お忙しいところを申し訳ございません。おっと、いけませんね。もう劉備さんは徐州の志士。ちゃんと劉備様とお呼びしなければ。劉備でいいよ。いえいえ、そういうわけにもいきませんから。いえいえ、勝敗での生活は実に快適です。呂布様も兵たちも皆満足しています。もっとも朝鮮さんだけは狭いだの古いだのと騒いでいますが、文句を言うのは彼女の仕事のようなものですので、どうぞお気になさらずに。本日私がお伺いしたのは呂布様の言葉をお伝えするためです。恩情にて徐州へ置いていただいているというのに、何もしないというのは礼儀に反すること。せめて宴でも開き、獅子である劉備様を招くのが当然ではないかと、そう呂布様はおっしゃっています。はい、もちろん他の方が一緒でも構いません。劉備様もお一人では心細いでしょうしね。どうぞあなたもいらしてください。呂布様もその方が喜ぶでしょう。僕を徐州の獅子として？僕行きたい。それって獅子のお仕事なんでしょ？みんなお仕事頑張ってるんだから、僕も獅子のお仕事やりたい。それではこの誘いお受けいただけるということでよろしいでしょうか。どうもありがとうございます、劉備様、関羽さん。では明後日勝敗にて主ともどもお待ちしております。この嬉しい知らせを早く呂布様にお知らせしなければ。
それでは。大丈夫だよ。だってみんなお仕事してるのに僕ばっかり何もしないの嫌なの。はい。僕ね、今日ね、獅子のお仕事頑張るからね。よく来てくれましたわ、劉備ちゃん。いえ、劉備様。もちろん、子猫ちゃんも。招いたのはそこのちび猫だけで、泥棒猫はお呼びじゃないのにね。あんた、宴の席で私の呂布様に色目なんて使ったら、承知しないから。朝鮮さん、今日はおとなしくしていると呂布様に約束したのでは？わかってるわよ。宴の準備はもう整ってますのよ。さあ、お城の中にお入りになって。うわー、ごちそうすごい。急ごしらえの宴のため、食べ物も飲み物も十分ではありませんが、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。いただきます。毒でも入っているかとお疑いでしょうか？私がこの料理を食べてみせればよろしいのでしょうが、これは困りましたね。はてさて、どうしたものか。もう、うっさいわね。いい？見てなさいよ。どうよ、泥棒猫。食べてやったわ。別にどうってことないわよ。当たり前じゃない。だって毒なんて入ってないもの。疑っちゃってばっかみたい。みたいじゃなくって本物のバカなんだわ、きっと。所詮は銃座だもの。朝鮮ちゃん、お約束は？だってせっかく呂布様が開いた宴なのに毒が入ってるわけなんて全然ないのに。食べられなかったのですよ。私は人一倍小食なので。さあ、誤解も解けたことですし、何の遠慮もいりませんわよ。いただきます。おいしい。それは良かったです。朝から時間をかけて作った甲斐がありましたよ。ええ、私が作りました。料理は割と得意ですので。余談ですが、裁縫も得意です。呂布様の着物も私が縫ったものですしね。子猫ちゃん、まだまだ私のことを心から信用するのは難しいでしょ？別にいいんですわ。これまでの私の行いがあんなですもの。疑われて当然ですわ。でもこうやって私たちを受け入れてくれたことを感謝しているのは本当のことですのよ。女子を脅かす敵が現れた時には私の全力をお貸しいたしますわ。あら、劉備様の飲み物がありませんわね。朝鮮ちゃん、劉備様に新しい器を。はい、劉備様、どうぞ。ありがとう。指が痛いよ。まあ大変ですわ。器にひびが入っていて、そこで指を切ってしまいましたのね。朝鮮ちゃん、あなたなんてことを。あなたのせいで劉備様が怪我をしてしまったじゃありませんか。すみません、呂布様。
痛いよ、カウ。いいえ、劉備様の怪我はこちらの落ち度。だから手当ては私がいたしますわ。呂布様、血止めと消毒の軟膏、それから清潔な包帯をお持ちしました。いえいえ、これも呂布様のご命令ですから。さあ、劉備様、お手を。さあさあ、まずは血を拭きますわよ。劉備様、ちょっと染みますけど、我慢しててくださいな。血、劉備様の血、きれいに拭き取って差し上げましたわ。あとは包帯を巻くだけですわね。もうちょっとで終わりますわよ。何が目的だ？終わりましたわ。もう痛くない。ありがとう。いいえ、よかったですわ。そろそろ夜も更けてまいりました。この辺でお開きにしてはどうでしょうん、ご飯おいしかったの。それはよかったですわ。宴を開いた甲斐があったというもの。また会うのを楽しみにしていますわね。僕お腹いっぱい。ちょっと切っただけだもん。血が出たけどもう平気だよ。あのお姉さん、前は怖かったけど、今日は優しかったね。呂布様、お二人とも可否にお帰りになられました。長領ちゃんも朝鮮ちゃんもお疲れ様。上出来でしたわよ。呂布様、お芝居とは言っても呂布様に叱られてすっごく悲しかったんですからね。はいはい、分かっていますわ。後でたっぷり可愛がってあげますわよ。呂布様。それで呂布様、目的の方は達成されたのですか？ええ、もちろんですわよ。手当てをしている中でちゃんと味わわせてもらいましたわ。劉備ちゃんの血をね。古老館で感じた陰の力、あれは間違いなく劉備ちゃんのもののようですわね。想像以上の濃さでしたわ。劉一族の中で代々熟成されてきた陰の力は今にも暴走寸前ですわ。劉一族ですか？代々魔王族の長を務める一族ですわ。偽りの歴史に消された悲しき一族。あの力を全て私のものとしたなら、想像しただけでも体がうずいて仕方ありませんわ。では戦になりますね。いつ始める予定でしょうか？そう急ぐことはありませんわ。下手について逃げられてしまったら元も子もありませんもの。好機は訪れますわ。あの男がそろそろ動き出す頃合いですもの。それまでは
魔王族の皆様に夢を見させておいてあげましょう。この私呂布が味方であるという滑稽で妄想じみた夢をね。てめえら待たせたな。猫どもをぶっ潰す時が来たぜ。おお、人に劣るあいつらが今も常習で好き勝手してやがるのが俺様は我慢ならねえ。この大陸は人間様のものだってことを頭の弱い猫どもにきっちり叩き込んでやるぜ。常習をぶんどったら次は遠州の曹操をぶっ潰す。さらにその次は紀州でいい気になってる遠州が獲物だ。俺様たちを散々バカにしてきた本家様に一泡吹かせてやろうじゃねえか。おお、キレ、お前が演術軍の副将だ。俺様が許す。全力で暴れろ。怪力無双と恐れられるお前の力で猫どもをミンチにしてやれ。我了解。演術様御ため従座殲滅滅。報告します。助手軍が現れました。我らをこれ以上進ませまいと防衛陣を敷いています。さあてめえら祭りの始まりだ。景気よく行くぜ。突撃だ。また戦が始まるの？うん。そっちの方こそ気をつけて。呂布軍の力を借りられるとはいえ、数では演術軍に負けてるんだから。呂布か。僕はまだあいつを信用できない。気を許しちゃダメだよ。ガン、早く帰ってきてね。まさか7万もの軍勢で攻めてくるとはな。こちらは呂布軍と合わせても5万。数の上では不利か。心配ねえっておっちゃん。そんな数字俺らには関係ねえだろ。きっちり決めてきてやっから。暴れ中座ども、助手は俺らがいただくぜ。化け物だ。向こうに化け物のようなやつがいるんだ。あんなの人間じゃねえ。こっちに来る。我演術軍副将きれいなり演術様御ため従座殲滅滅とふん
渾身一撃ずる子猫ちゃんは取らせませんわよ。なかなか重い攻撃をする方ですわね。私久しぶりに腕がしびれましたわよ。さすがは天下に名高き綺麗。これは少し長引きそうですわね。子猫ちゃん、ここは私に任せて、あなたは演術を追いかけて。私を心配してくださるのね。嬉しいですわ。でも私は大丈夫。さあ早く。共に女囚を守りますわよ。この私にお礼だなんて。ああ、子猫ちゃんなんて素直でいい子なのかしら。そして、なんて不憫な子なのかしら。さっくりと裏切られるとも知らずに。我最強我無敵汝呂布覚悟。悪いけど、お遊びの時間はもうおしまいですわよ。キレ。あなた、なかなかのものでしたわよ。もっとも人間にしてはですけどね。名残惜しいですけど、私、この後用事がありますの。そろそろ死んでいただきますわ。ああ、真っ赤な血。断末魔の姫。素晴らしいですわ。素晴らしいですわ。お楽しみのところ申し訳ございません、呂布様。そろそろ頃合いだと思うのですが。ええ、分かっていますわ。綺麗は殺しましたし、あとは子猫ちゃんたちだけでどうにかできるでしょう。全員連れて行くと目立つから、適当なのを5000人ほど連れて迎えますわよ。劉備ちゃんのいる可否にね。待て、呂布。あら、魔王族のおじさまじゃなくて、この私に何かご用かしら。戦いはまだ終わっていない。可否に行って何をするつもりだ。お前はやはり何かを企んでいたのか。劉備様に危害を加えるつもりなのか。残念ですわね。耳さえ塞いでいたらもう少し長生きできたでしょう。やる気か。俺をなめるなよ。いや当たりませんわよ。まだまだやりますわね。さすがは呂布。そう簡単には倒せないようだな。でもおじさまの分も捨てたものではありませんわよ。本当に素晴らしい一族ですわね、魔王族は。よくここまで竜軍の部を伝承させたものですわ。竜軍？ええ、そうですわ。劉備ちゃんのご先祖とその仲間たち。彼らが誇った研ぎ澄まされた部。あの頃から少しも色あせていませんもの。どういうことだ、呂布。お前は何を知っている？聞きたい。だけど残念。ここまでですわ。戦いの最中に気を取られすぎですわよ。呂布。良い読み字を、おじさま。待て、呂布。無事か、関羽。依然兵力の差はあるが、こちらの勢いでどうにか持ちこたえている。キレイを撃ったのは呂布だったのか。キレイが撃たれたとの報告はあったが、呂布の姿は見ていないな。呂布の軍自体は演術軍と交戦していたが、
そういえば長領の姿も見ていないな。もしかしたら前線にいるのかもな。俺ももう少し前線に上がる。軍をはっ。助けてくれー！おら金目のもん出せ！なんだお前！カンウ、助けて！急に呂布が町に攻め入ってきたの。てめえ邪魔すんならぶっ殺してやる！ありがとうございます。呂布なら部下を従えて城の方に行くのを見たわ。ちょっと、なんであんたがここにいるんだよ。演術はどうしたのさ。あら、こんなところにも猫ちゃんがいるわ。お邪魔ですわよ。早く劉備ちゃんを出してちょうだい。劉備様？なんで劉備様を？あなたに話すことはありませんわ。ほら、1秒でも長生きしたいでしょ。嫌だ。僕はもう劉備様を守れないのは嫌なんだ。絶対に守るんだ。あらあら、そんなこと言ってますと猫のおじさまと同じようになりますわよ。お前、聖平王子に何をしたんだ？何ってあなたも同じ目に合わせて差し上げましょうか。カウン！あらあら、子猫ちゃん、戦を途中で放り出してくるなんて悪い子ですわね。見ての通りですわ。皆さんが演術の相手で出ているうちに可否に攻め入りお城を落とすとこですの。私ね、白い猫ちゃんがとっても欲しいんですの。もちろん欲しいのはあなたもですけど。申し訳ございません。劉備様ならすでに捕らえさせていただきました。護衛の人たちはどうしたんだ？はい、邪魔をされましたので切らせていただきました。子猫ちゃん、おとなしくしませんと長領ちゃんが劉備ちゃんを切ってしまいますわよ。長領ちゃんは加減ができない子ですから、言うことを聞いた方がいいですわよ。さて、どうしたものかしらね。子猫ちゃんの登場は予定外でしたわ。でしたらお二人とも捕らえておけばよろしいかと。それは素晴らしいですわ。子猫ちゃんも一緒に捕らえましょう。私の手元にね。その猫ちゃんを？私今最高に気分がいいですから、特別に見逃して差し上げたよ。よかったわね、猫ちゃん。絶対戻ってくるから。軍を立て直してもう一度可否を奪い返してみせるから。さて、じゃあ私たちもそろそろ準備をいたしましょうか。今日からこのお城が私たちの家ですわ。
して僕はどうして何もできないのかな。みんなに守られてばかりで僕は何の役にも立たなくて、もう16歳になったのに僕は頭も体も子供のまんま。こんなの嫌だ。こんな頭も体もいらない。僕はちゃんと大人になりたいよ。そんなの嫌だ。もう嫌なんだよ。くそー、数ではこっちが勝ってんのによ。なんでこんなに押されてんだ。演術様、キレイ様が撃たれました。なんだと。一体どこのドイツがあんな怪物みたいなキレイ倒すんだよ。それが呂布とのことです。呂布？あの騎女が上州に組みしてたのか。ふざけんな。一旦引くぞ。全軍に伝えろ。南陽に戻る。演術軍が引き返していく。勝ったんだ。演術軍を追い返したぞ。張飛、無事だったか。どうにか徐州を守りきったな。関羽の姿が見えないが知っているか。あり？そういやどこだろう。どうせ姉貴のことだから超最前線行ってんじゃね？張飛、大変なんだ。聖兵が。どうした艦艇。ひどい怪我をして今にも。何言ってんだよ。おっちゃんが怪我？んなことあるわけねえだろ。俺たちに稽古つけてくれた人だぞ。艦艇、すぐに聖兵殿のところに案内してくれ。こっちだ。おっちゃん。聖兵殿。応急処置はしたな。傷は深い。助かるかどうかは正直わからないぞ。そんな、おっちゃんが。くそ、一体誰だ。誰がおっちゃんをこんな目に。ぶっ殺してやる。この傷は巨大で重い武器によるもの。俺が使っているような体剣、もしくは旋風などだな。旋風？それって呂布の武器じゃ。おっちゃん、よかったぜ。目を覚ましたんだな。聖兵殿。急いで可否へと戻れ。呂布が戦いを抜け可否へと向かった。何かを企んでいるに違いない。ちょっと待てよ。それじゃあおっちゃんをやったのはあの変態女なのかよ。急げ。劉備様が気がかりだ。おっちゃん、おっちゃん。大丈夫、死んじゃいねえよ。意識を失ったんだ。あの変態女、よくもおっちゃんをやりやがったな。俺がぶっ殺してやる。聖兵のことは俺が見る。張飛と趙雲は可否に向かってくれ。劉備様が心配だ。分かった。艦艇、おっちゃんのことを頼むぜ。艦艇、おそらく聖兵はもう。ああ、分かってる。でも聖兵だったら構わず行けって絶対言ってる。自分のことより劉備様を守れって絶対言うはずだから。だから聖兵、ごめんな。本当はみんなで見送ってやりてえけど、俺で我慢してくれよ。艦艇、お前もずいぶん気の回る男になったじゃねえか。聖兵、みんな頼んだぞ。聖兵、劉備様。
まねえ。聖兵！聖兵！ダメだ。門が固く閉ざされていて町にも入れない。ふざけんな。おい開けろ。開きやがれこの野郎。やめろ張飛、無駄だ。そうそう、無事だったのか。これは一体どうなっているんだ。町に入れないぞ。みんなが炎術と交戦してる隙に呂布が可否に攻め入ったんだ。そして劉備様と関羽を。なんだと。どうして姉貴まで。関羽は戦の途中でこっちに戻ってきたんだ。そして劉備様と一緒に捕まった。なんだよそれ。くそ、やっぱり呂布の野郎。目的は助手の乗っ取りだったのか。違う。呂布は目的は助手じゃないって。目的は劉備様だって言ってたんだ。劉備が目的？それってどういうことだ？何にしろ二人はまだ殺されてないんだな。ならば早急に軍を立て直し可否を奪還するんだ。こちらは炎術と戦ったばかり。悔しいが立て直しには時間がかかる。早く動くんだ。お二人ともお食事をお持ちしました。今日のお食事はですね、鶏のいいのが手に入りましたので蒸してみました。何か他に食べたいものなどありましたらおっしゃってくださいね。劉備様が？それは困りましたね。その必要はないですわ。私がすぐに直して差し上げますわ。お久しぶりですわね、子猫ちゃん。ようやく落ち着いてきましたので、こうして会いに参りましたわ。ですから私に任せてちょうだい。長龍ちゃん、劉備ちゃんを連れてきてちょうだい。でないと治療できませんわよ。それでもいいんでしたら連れて行きませんわ。それでは劉備様はお連れしますね。おい、さっさと酒を出せ。そこの蔵も開けるんだ。無駄な財産は没収するからな。そこの娘、なかなかの上玉じゃねえか。こっちに来て酒の相手をしろ。どうかお許しを。いいから来い。お願いいたします。どうか娘だけはお見逃しください。貴様、俺らに逆らうつもりなのか。こうしてやる。呂布様はな、俺らの好きにしていいと言ってくれたんだ。俺たちの国をたっぷりとしゃぶりつくそうじゃねえか。魔族の皆様、どうかお助けください。このままでは助手が。くそ聖兵のおっちゃんがやられるなんて、呂布の野郎絶対に許せねえ。聖兵王子が殺され、可否が取られ、劉備様とそれに関羽までも人質にされた。もう限界だ。みんな行こうぜ。呂布をぶっ倒すんだ。頭に血を上らせて無策で突っ込んだって、全員呂布になぶり殺されるだけに決まってるよ。そうてめえ、何平然としてやがる。おっちゃんがやられたんだぞ。悔しくねえのかよ。悔しいよ。悔しいに決まってるさ。だけど無駄死にしたって聖兵王子は喜ばないんだ。残念だが曹操の言う通りだな。ここにいる全員で可否に向かったところで呂布を倒すことはできない。今こうしている間にも黄金族の残党などが呂布を頼り各地から続々と集まってきている。
今や呂布軍の数は5万にも届こうとしている。戦力の差は歴然だ。兵士の横暴はとどまることを知らず、呂布はそれを諌めようともしないらしい。苦しむ徐州の民や残された魔王族のことを思えば早くどうにかしてやりたいのだが。だったら北の国境にいる兵を呼び戻せないのか。先日の演術との戦でこちらも多くの兵を失った。国境の兵に召集をかけたところで3万にも満たない。それに国境の兵を動かした途端、背後から曹操に攻められたら一巻の終わりだろうしな。じゃあどうすりゃいいんだよ。このままあいつらの好きにさせておいていいのかよ。こうなったら方法は一つ。公孫さん様に援軍を頼もう。でもよ趙雲、また公孫越ってやつに反対されて終わりじゃねえのか。北平にとっても何をするかわからない呂布が徐州にいるのは好ましい状況ではない。公孫越様もそうは反対できないはず。そうと決まれば俺は早速行ってくる。もう一人いるよ。僕たち魔王族を助けてくれそうなのが。もう一人？誰だ？曹操。はあ、曹操？俺らのめっちゃ天敵じゃん。曹操は徐州を狙う敵だろ。魔王族が治める徐州と呂布の君臨する徐州、曹操がどちらを恐れるかは考えるまでもない。呂布が遠州に攻めてくる前にどうにかしたいと曹操は思うはずだったら、呂布と戦うのに力を貸してくれる可能性もある。確かに。でもとりあえず援軍は公孫さん様にお願いするんだろ。勘違いしないでね。別に趙雲のことを信用していないわけじゃないよ。ただうまく援軍がもらえる保証もない。それはそうだな。それなら少しでも可能性を上げたいんだ。今は時間がない。並行して動こう。趙雲は公孫さん様のところに、僕は曹操のところに行く。曹操、大丈夫かよ。下手すりゃ殺されるんじゃねえか。そんなこと言ってられないんだよ。なりふり構っていられない。聖平王子が殺されて、劉備様と関羽までが人質にされて、僕は2度も劉備様を守れなかったんだ。それに関羽と約束したんだ。絶対助け出すって。曹操、分かった。俺も一緒に行く。2人で曹操の野郎を説得すんぞ。張飛、絶対手出さないでよ。お前ら。よし、留守は俺に任せてくれ。いつ援軍が来てもいいように毎日可否の様子を見張っておく。よし、そうと決まればみんな行こう。何としても援軍を連れてくるぞ。そしてみんなで徐州を救うんだ。おお！ほら、ちび猫、あんたいつまで呂布様を待たせるつもりよ。無知で叩かれるのが嫌ならさっさと見せなさいよ、あんたの本当の力を。何黙ってんのよ。悲鳴の一つぐらいあげなさいよね。まったく可愛げないんだから。朝鮮さん、それ以上すると劉備様が死んでしまいますよ。何よ、このちび猫が思い通りにならないのが悪いんじゃない。それに何聞いたって黙ってるし。ああ、もう本当に殺したくなってきちゃう。しぶといんですのね、劉備ちゃん。ご飯も食べてないと聞きましたわ。死ぬつもりですの。愚かですわね。自ら命を絶てるはずもないのに、劉備ちゃん一人がどうして犠牲にならなくてはならないのかしら。みんな勝手ですわね。劉備ちゃん一人に全部押し付けて、そのせいであなたは好きな女の子も守れない。このままでいいんですの、劉備ちゃん。あなたの大切なあの子の周りには、あなたよりも強くて立派な男性がたくさん。
体も頭も子供のリュウビちゃんはいつまでたってもあの子の赤ちゃんですわ。そのうちどっかの誰かに持っていかれてしまいますわよ。そうそうなんてカウンちゃんにすごい執着っぷりじゃないですこと。あと北平の武将さん趙雲も子猫ちゃんにとっても親切ですわ。二人ともリュウビちゃんよりもずっと大人で子猫ちゃんもきっと頼りにできますわね。我慢なんかおよしなさい。みんなの犠牲になる必要はないですわ。その力を使えばいいんですのよ。そしてあなたがこの世で唯一愛する女の子を手に入れればいいんですわ。大丈夫ですよ。それでは劉備様、お食事の方後ほどお持ちしますね。そうですわ劉備ちゃん、性に執着なさい。力を求めなさい。なぜ自分だけが犠牲にならなければならない。なぜ愛する人を守れない。他の男になんか絶対渡さない。そうした思いが増幅すればするほどその素晴らしい血は本当のあなたを目覚めさせてくれますわ。そしてその力を私は何が何でもそれを手に入れてみせますわ。関羽に窮されたくない。だって関羽どうしたの？どうして泣いてるの？悲しかったの？僕、関羽を傷つけた？僕に嫌われたら悲しいの？僕が？僕が関羽を？本当？そっか。僕でも関羽を助けることができてたんだね。よかった。関羽。ぎゅうしてもいいよ。いいよ。別に関羽にぎゅうされるのが嫌だったんじゃないの。関羽にぎゅうされるんじゃなくてね、本当はね、僕がね、関羽を。
関羽、僕の心はもう綺麗なんかじゃないの。失礼いたします、呂布様。至急お伝えしたいことが。なあに、長領ちゃん。北の国境より曹操殿自ら兵を率い攻め込んでまいりました。その数およそ10万。北の国境にいた徐州の兵は戦うことなく曹操軍へと加わったそうです。曹操に恐れをなして屈服したってこと？違いますわね。おそらくそういう手はずになっていたのでしょう。はい、呂布様のおっしゃる通りかと。勝敗にいた2万足らずの兵たちも行動を起こしたそうです。曹操軍に加わるつもりなのでしょうね。張飛、曹操、よく曹操軍を連れてこれたな。まあ結構な交換条件と引き換えにだけどね。仕方ねえよ。今はそれより可否を取り戻すのが大事だろ。劉備と姉貴を救う方が先なんだ。すまん。俺が公孫さん様から援軍をいただけなかったばかりに。話は聞いたよ。公孫さん様亡くなられたんだって。ああ、半年前に病気でとのことだ。後を継がれた公孫越様には会うことすらできなかった。しかし喪に服すのはこの戦いが終わってからだ。皆今こそ徐州を救う時だ。戦の準備に取り掛かるぞ。関羽、今日は半月だね。円月と言うべきかな。半明闇に包まれ物寂しいこの月が僕は嫌いではないんだ。身構える必要はないよ関羽。僕は劉備だよ。光と闇がちょうど等分だからなのかな。こんな円月の夜は呪いの力が弱まることがあるんだ。そんな夜は僕もこうして本来の僕でいることができる。呪いにも染まらず呪いの影響も受けていない。これが本来あるべき僕。もっとも体だけはそのままだけどね。関羽、ごめんね。僕の力がないばかりにいつも君にばかり苦労をかけてしまってる。そう、何よりも大切な君に。関羽、僕は何よりも君が大切なんだ。子供の頃からずっと慈しんできた君。できることならいつだってこうして君の手を取り君と話をしていたいんだ。だけど僕にはそれができない。呪いの力が許してはくれないんだ。呪いによって僕の意識は閉ざされ、かろうじて出せるのはとても子供な僕。関羽、もう時間がない。だけどこれだけは覚えておいて。子供な僕も今の僕も同じ僕なんだ。いつか時も気にせず君と話せる日が来るといいのに。あれ、関羽だ。僕寝てたのに起きちゃった？
どうしたの？お顔が真っ赤だよ。あの子たちったら妙におとなしくしていると思ってましたら、そうそうなんかと仲良くしてましたのね。節操のない猫ちゃんにも困ったものですわね。裏でそうそうと手を組んだってことね。マキー、猫の分際で小賢しい。長領ちゃん、全軍を率いて出てちょうだい。かしこまりました。呂布様はいかがなさいますか？もちろん出ますわよ。こんな面白いこと人任せにはできませんわ。ですけど、実は早急にやらねばならないことができましたの。お楽しみはこれからですわ。リュウビちゃん、子猫ちゃん、失礼しますわ。本当はもう少しゆっくり時間をかけたかったのですけど、そうも言ってられなくなりましたの。喜んでくださいな。あなたたちを救うため、魔王族が曹操軍という援軍を連れてきたのよ。そうそう。なので時間がもうなくなってしまいましたの。ちょっと手荒な方法を使うしかありませんのよ。私、リュウビちゃんに初めて会った時のことを思い出してましたの。そうですわ。忘れもしない古老感ですわ。どうしてあの時は本当のリュウビちゃんが目覚めかけたのかしら。あの時私はただ戦ってあなたを切っただけですのに。子猫ちゃん、リュウビちゃんを目覚めさせるのにあなたの協力が必要なのですわ。少しだけ昔話をいたしましょうか。地脈に溜まった陰の木から誕生した邪悪な猫の妖怪、金目の話を。あら、知ってますの？妖怪のことは本当ですわよ。今から300年ほど昔、この大陸に金目と呼ばれる妖怪が現れたんですの。強大な金目の力の前に人々は恐怖し絶望し、戦う気力を失っていった。それでも決して戦うことを諦めなかった男がいましたわ。男のもとには大陸中から武に優れた男女が集い、最強の軍団となりましたわ。だけどそれでも金目を倒すことはできなかった。途方に暮れた男は秘境の山に暮らす仙女の噂を聞きつけ、彼女を訪ねましたの。そして金目を倒す方法を問いましたわ。最初は男を相手にしなかった仙女もしまいには根負けし、男の武器に特別な戦術をかけましたの。それは陰の気を払うことのできる戦術。その武器で金目の心臓を貫くことができれば金目を倒すことができる。仙女は男にそう告げましたわ。男は残った仲間たちと共に最後の戦いに挑みましたわ。戦いは熾烈を極めましたが、3日3晩の後、ついに男は自らの武器を金目の心臓に突き立てた。金目を倒すことに成功しましたのよ。そうそう、言い忘れてましたわ。その男の名前は龍光。リュウビちゃんのご先祖様ですのよ。龍光が作った一団は龍軍と呼ばれていましたわ。魔王族の皆さんは彼らの末裔ということになりますわね。
昔話として伝わっていない真実がありますのよ。それは金目の呪いですわ。とどめを刺された金目の心臓からはたくさんの血が噴き出しましたわ。それこそ雨のように。その血を浴びた竜軍には金目の呪いがかかりましたの。獣の耳の生えた半妖怪となってしまう呪いがね。金目の特徴を受け継ぎ半妖怪となってしまった竜軍。彼らを受け入れ称える度量は当時の漢王朝にはありませんでしたわ。竜軍を金目に魂を売った反逆者として追い立てただけでなく、金目を倒したのは他ならぬ漢王朝だと大嘘を広めましたの。金目の暴虐のせいで陰っていた王朝の威信を取り戻すのに、気の毒にも彼らは利用されてしまいましたのね。十座なんて呼び名を広めたのも時の漢王朝だったかしら。結局人に疎まれた竜軍は山奥へと隠れ住むようになった。それが魔王族の真実ですわ。魔王族のご先祖様は真実を子孫に伝えて、後に人と激しく対立することを恐れたのでしょう。金目の呪いの影響で時に獣と化し、闘争本能の塊となってしまう自分たちは人と関わらずひっそりと生きていくべきだ、そう考えたのでしょうね。ひょっとしたら竜の一族の血のこともうすうすと感づいていたのかもしれませんし。金目の呪いは皆に等しくかかったわけではありませんの。心臓を貫き誰よりもたくさんの血を浴びた竜公に呪いは深く濃く染み込みました。その呪いは竜の一族の血の中で代を重ねるごとに成熟してゆき、やがてはそのものに黒く染まった邪悪な心と強大な力を与えますの。それが今の劉備ちゃんなのですわ。それは黒く染まっていない心が必死にそれを押しとどめているだけのこと。劉備ちゃんの体が同年代に比べ極端に小さいのも、劉備ちゃんの頭が少しうにゃうにゃになっているのもその弊害なのですわ。金目の呪いを抑え込むことが劉備ちゃんの成長に支障をきたしているのですわ。突っ込め！呂布を撃つんだ！おお！あら、とうとうここまで攻め入られちゃったかしら。少し昔話をしすぎましたわね。先を急ぎましょうか。子猫ちゃん、私はね、劉備ちゃんの中に眠る金目の力が欲しいの。それは100万200万の敵も一撃で葬り去ることができる力ですもの。そのためには黒い心の劉備ちゃんを目覚めさせなければね。だから子猫ちゃん、あなたの協力が必要なのですわ。劉備ちゃんが何よりも強い力を欲した時、心の奥底に閉じ込められている黒い心が目覚めますわ。もし愛する女性が目の前で殺されたら、劉備ちゃんはどう感じるかしら。自分の無力さに絶望し、強い力を欲するのではなくって、さあ子猫ちゃん、お楽しみの始まりですわよ。劉備ちゃんの目の前で私に殺されなさい。無様に、惨めに、そしてとびきりむごたらしくね。でもあっさり殺されてしまっては劉備ちゃんも刺激が足りませんでしょ。だから子猫ちゃんには必死に抵抗してそれでも抵抗むなしく無残に殺されてもらった方がいいかと思いますの。武器をお返ししますわ。
だから子猫ちゃんもすぐに殺されず必死に抵抗してくださいね。行きますわよ。鋭い一撃ですわね。ああ、やっぱり子猫ちゃんの部は魔王族の中でも別格ですわ。あらあら、せっかくお返しした武器ですのに。武器を失ったあなたに万に一つの勝機もありませんわよ。さあ子猫ちゃん、血ヘドを吐き臓物をぶちまけ無様に悲鳴を上げて死んでいきなさい。その光景が本当のリュウビちゃんを目覚めさせるのですわ。ダメー。これはとうとう目覚めましたのね。本当のリュウビちゃん。はじめまして。だけどさようならですわよ。目覚めたあなたを殺し、その血で私の体を真っ赤に染める。それで金目の力は全て私のものですわ。好きなだけ染まるといいさ。呂布、貴様自身の血でね。そんな。狩られる側に立つのは初めてのようだね、呂布。血と戦に明け暮れたお前の末路としては申し分のない死に方じゃないか。さあ、恐怖と恥辱にまみれて死んでいくんだね。私としたことがとんだ誤算でしたわ。目覚めたばかりでありながらこれほどの力を見せるとはね。震えているのか、呂布。ええ、震えてますわ。まるで少女のようにブルブルと。だけどあなたが怖いからではありませんわ。嬉しくてたまらないからですのよ。あなたはいずれこの大陸を血の海へと変える存在となります。数百万の屍の上に立ち交渉を響かせるような素敵なあやかしがあなたの未来の姿。そんなあなたを目覚めさせられたこと、それが嬉しくてああ、震えが止まりませんわ。死んだか。まるで物足りないよ。このまま外に飛び出し、あの曹操を引き裂くのも悪くないかもね。関羽、安心していいよ。呂布はもう殺したから。そうだよ。ああ、こうして会うのは初めてだったね。関羽、君はいつも僕と共にいてくれたね。僕は君が大好きだよ。君はいつも僕のことを抱きしめてくれていたけれど、本当は僕の方こそ君を抱きしめたかったんだ。そう、こうしてね。ずっとこうしたかった。君を僕の腕の中に閉じ込めて誰にも触れさせないようにしたかった。でも僕には力がなくて、どうしていいかわからなくて。でも他の男になんか君を絶対に渡したくなくて。
でももう大丈夫。僕は本来の力を取り戻したから。今まで僕の体内に渦巻いていたこの呪いの力、今まで抑え込むためにあらゆるものを犠牲にしてきたけれど、そんなことはもうやめた。この力でみんな殺してあげるんだ。どうしたのカンウ。ひどいことを言うね。僕は劉備だよ。いつもの弱いのも僕、これも僕、全部僕なんだよ。どうして力を受け入れない？僕こそが本来あるべき姿なんだ。どうしてそれがわからない？カンウ。カンウ、僕どうしてこんなに血だらけなの？誰の血なの？カンウ。これは呂布？お前が倒したのか？答えよ！たく一緒に演習に来いだなんて少しぐらい休ませてくれたっていいのによ。文句言えねえだろ。曹操のおかげで劉備様と関羽を助けることができたんだし。そもそも呂布を倒したら徐州は曹操のもの、僕ら魔王族も曹操軍に下るっていう条件で援軍を出してもらったんだし、みんなごめん、こんな勝手な話決めてきて。呂布のせいで苦しい思いをしていた徐州の民も残ってた魔王族も解放されたしな。ねえ、関羽、聖兵死んじゃったの？もう会えないの？関羽、皆同じ気持ちだ。聖兵殿の死はとても辛い。ましてお前にとって聖兵殿は親代わりだが、ここで悲しみにとらわれてはいけない。俺たちはこれから新しい地に行くんだ。まだどうなるかもわからない。今までは聖兵殿が皆をまとめていた。それを継ぐのは関羽、お前だ。お前が歩みを止めてしまっては皆困惑する。だから辛くても今は前に進もう。それがきっと聖兵殿の願いでもある。
姉貴、そうだぜ。ジメジメしてたらおっちゃんに怒られちまうぜ。そうだよ。それに聖平王子の仇もちゃんと取ったしね。だけど俺本当に驚いたぜ。だってあの呂布をお前一人で倒したって言うんだから。おい、どうしたんだ？ぼーっとして。お前があの呂布を倒してすげえって話をしてたんだよ。俺がぶっ倒せなかったのは正直残念だったけどよ。でも姉貴でよかったぜ。同じ魔王族の姉貴がやってくれて、これで俺も踏ん切りがつく。関帝も粗相もそうだろ。まあな。心の整理ができた気分だよ。ねえ、またお引っ越しなの？今度はどこに行くの？大丈夫だよ。だって関羽一緒にいてくれるでしょ？関羽が一緒なら僕はどこだって平気。でも関羽が一緒じゃないと僕はちっとも大丈夫じゃなくなっちゃうの。だからずっと一緒にいてね。僕を一人ぼっちにしないでね。曹操様、本当にあの従座どもを遠州に連れて帰るんですか？花公園もうやめないか。曹操様がお決めになったことだぞ。俺たちはそれに従うまでだ。曹操様もおっしゃっていただろう。あれだけの部を持ちながら従座には野心というものがまるでない。だから配下にするにはちょうどいいということか。まあな、弓引かれる心配はないってことだからな。しかしあの従座の女がまさか呂布を倒してしまうとは。本当にそうだろうか。あの時呂布にあれだけの血を噴き出させていながら、あいつの手はきれいなままだった。むしろ手が血で染まっていたのは劉備の方。曹操様、一体何を？